ねえきなこ、 AI エージェントってブラウザを目で見てポチポチ操作するやつでしょ？実はそれを Google が2026年5月に諦めたの。Google が諦めたってどういうこと？ 2024年10月に始まったプロジェクトマリナーっていうブラウザ自立操作 AI プロジェクトが終了したんだよ。プロジェクトマリナー、なんか冒険家みたいな名前やけど、それが終わったの？この終了が示すのは AI エージェント設計の大きなパラダイムシフトなの。パラダイムシフト、なんか物理の授業みたいで難しそう。簡単に言うとね、 AI が仕事をする方法が根本から変わりつつあるってこと。どう変わるの？ブラウザを目で見て操作する AI からコードと API で動く AI へ。今日はその理由と未来を解説するね。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。まずプロジェクトマリナーとは何だったかおさらいするね。 Google ディープマインドが作ったやつだっけ？そう、スクリーンショットを見てリアルタイムでウェブサイトをマウスキーボードで自動操作する AI エージェントなの。つまりパソコンの画面を目で見て人間みたいに操作するやつか。オンラインショッピング情報検索、フォーム入力みたいな複数ステップのタスクを自動化できたの。なんかすごそうやん。なんで終わったの2026年3月頃からワイヤードの報道でマリナーチームからスタッフが再配置されてるって判明したの。内部支援が低下してたってことを？そう。そして2026年5月4日に正式終了。 Google はマリナーのテクノロジーは Google 製品に公開したと発表したんだよ。後悔した、なんか詩的な言い方だな。要するに技術はジェミニ API や新しいジェミニエージェントに吸収されるってこと。じゃあ Google は次どこへ向かうの？2026年の Google I/O で方向性が示されたの。ブラウザオートメーションはもうムーンショットじゃなくて拡張機能の一つとして位置づけ直されたんだよ。じゃあ代わりに何が主役になったの？コードファーストのツール Google アンティグラビティ CLI みたいなやつがドミナント化してるの。アンティグラビティ、重力に逆らう感じ。ジェミニ CLI の後継ツールで2026年6月18日にジェミニ CLI は廃止されてアンティグラビティ CLI に移行するの。高言語ベースで非同期ワークフローに対応してるんだよ。つまり Google もブラウザ操作 AI よりコードで動かす AI を選んだってことか。次になぜブラウザ操作型 AI が難しかったか技術的な限界を解説するね。見た目は便利そうだったのに何が問題だったの？まずドム解析と視覚的スクリーン解析の話から。ドム解析って覚えてる？ドム？なんか聞いたことある気がする。ウェブページの構造データのことだよ。ドムにアクセスできれば精度が圧倒的に高くて処理も軽いの。じゃあなんでスクリーンショット方式にしたの？ドムが取れないサイトがあるから。 JavaScript が大量にレンダリングするサイトだとドムに直接アクセスできないんだよ。なるほど。でもスクリーンショットで見ればいいんじゃ。そこが問題でね。ページ上の誤った要素を選択するエラーが頻発したの。ボタンを誤クリックしたり。それ全然 AI が賢くないじゃないかい。視覚処理は計算コストも高くてね。それだけじゃなくてキャプチャ問題もあるんだよ。キャプチャ、あのバスを選んでくださいみたいなやつ。そう。最新のクラウドフレアターンスタイルやリキャプチャ V さんは高度な行動分析を使ってるの。昔のステルス技術の成功率は 50% 未満に低下してるんだよ。 50% 未満ってコインの裏表と変わらないやん。キャプチャは AI エージェントの予測不可能な中断ポイントで人間の介入が必須になるの。これが根本的な課題なんだよ。それって自動化の意味がなくなりそう。さらにセキュリティリスクもあってね。オープン AI オペレーターのリサーチで露呈したんだけど AI はユーザーと同等の権限でブラウザ操作できちゃうの。同等の権限ってそれやばくない？プロンプトインジェクション攻撃、つまり悪意あるウェブサイトが埋め込んだコマンドでヒート的な動作をするリスクがあるの。それメール開いたら勝手に送信されるやつやん。めっちゃ怖い。だからオープン AI は機密サイト、メールや銀行では人間の監視を必須にしてるの。ボット対策も強化されてるんだよね。クラウドフレアが2025、2026年に AI スクレーピングの自動ブロックを本格開始。データドームは顧客ごとに8万5000兆の固有 ML モデルを運用してるの。もう昔のステルス技術じゃ通用しないのか。まとめると
ブラウザ操作型 AI は技術的コストキャプチャセキュリティリスクの三重苦を抱えてたんだよ。コストの話だと、スクリーンショット方式は API コールに比べてどのくらい高いの？画像処理のトークンコストはテキスト処理の数十倍になるの。ページを1回スクロールするだけで大量のトークンを消費するから、長い作業になるほどコストが爆発的に増えるんだよ。それエコシステムとして全く割に合わないが。じゃあ API ファーストの何がそんなに強いの？具体的に見ていくね。クロードコードと OpenAI コーデックス、よく聞くけど実際どう違うの？まずコード品質から SWE ベンチというソフトウェアエンジニアリングベンチマークで比較すると、クロードコードオーパス 4.7 は開発者の盲検評価で 67% 勝利しているの。 67% ってどういう意味？どちらがより良いコードか人間が判断する実験で、3回に2回はクロードコードが選ばれるってこと。トークン効率はどう？コーデックスは150万トークン、タスクで高速。クロードコードは626万トークン使うけど、アーキテクチャ推論と超コンテキストが強いの。用途によって使い分けるってことか。そう、2026年のベストプラクティスは、アーキテクチャ重視ならクロードコード、スコープ明確で高速実装ならコーデックスという使い分けなんだよ。 API ファーストって具体的に何がいいの？ 4つの強みがあって、安定性、UI 変更に非依存、速度、読み込み遅延なし、保守性、インターフェース変更の影響最小、監査性、 API ログで完全追跡できるの。ブラウザ操作と全然違うんだな。さらに MCP モデルコンテキストプロトコルが業界標準化したことでもっと変わったの。 MCP って確か AI エージェントとツールをつなぐやつだよね。そう、2026年91のデータだと、企業 AI チームの 78% が本番 MCP バックエンドを稼働させてるの。 78% ってほぼ全員やん。公開 MCP サーバー数も2025年91の1200件から2026年91には9400件以上に増えたんだよ。1200から9400って7倍以上やん。すごっ。 SDK 月間ダウンロード数は9700万回と言われてるの。9700万ってほぼ1億やん。 CTO の 67% が12ヶ月以内に MCP をデフォルト統合基盤に指定すると回答してるの。アンスロピック標準からデファクト業界標準に変わったんだよ。クロードチャット GPT ジェミニがみんな MCP に対応したってこと？そう、カーソルやウィンドサーフ Z ジェットブレインズ AI バーセル AI SDK も対応済みで、エコシステムが一気に広がったんだよ。 MCP って最初はアンスロピックが作ったのにみんなが使うようになったんだな。開発者ツール市場でのコードファースト旋風は数字に出てるよ。ジェットブレインズの2026年4月調査では、クロードコードの職場採用率が前年比 57% 増、 CSAT 満足度は 91% とダントツ首位なの。 46% ってほぼ半分。 ARR はローンチ後わずか9ヶ月で25億ドルに達したの。 ARR って年間収益のことだよね。9ヶ月で25億ドルってどのくらいすごいの？セールスフォースが同じ規模に達するのに8年かかったの。 AI ネイティブの SaaS としては異例の速さなんだよ。セールスフォースは8年かかったのに9ヶ月。やばすぎるやん。 MCP の標準化が背景にあってね。ツールを1回作れば全 AI モデルで使い回せるから、開発者の参入障壁が劇的に下がったんだよ。じゃあブラウザ操作型 AI で苦労してた開発者が MCP に乗り換えたのも当然だな。そういうこと。標準化で乗り換えコストが激減したから、エコシステムが爆発的に拡大したんだよ。じゃあブラウザ操作型は完全に終わりなの？って気になるよね。アンスロピックコンピューターユーズとか OpenAI オペレーターはどうなってるの？まず OpenAI オペレーター、2026年5月時点でまだアーリー、リサーチプレビュー、チャット GPT、プラス、チーム向けに段階展開中なの。まだ研究段階なんだ。OS ワールドベンチマークで 38.1% の達成率で、月次で向上してるの。スライドショー作成やカレンダー管理はまだ苦手なんだよ。アンスロピックは？アンスロピックコンピューターユーズはソネット 4.6、オーパス 4.7 で使えるの。保険業務のベンチマークで 94% を達成してるんだよ。 94% って超すごくない？保険業務みたいな特定の業務には強いの。でも汎用ブラウザ操作はまだ発展途上なんだよ。
じゃあどういう場合にコンピューター操作型 AI は使われるの？ 4つの残存用途があるの。1つ目が API が非公開のレガシーシステム、DOM 解析も API 連携も不可能な古いシステムの操作。昔のシステムは仕方ないよね。2つ目がアクセシビリティ、障害のあるユーザーの PC 操作支援。3つ目が RPA 代替、既存の業務自動化の高度化。 RPA って何？ロボティックプロセスオートメーションの略でね。定型業務をソフトウェアロボットで自動化するやつ。 AI がその後継になってるの。4つ目は？コードを書けない一般消費者向け、日常的な PC タスクを自動化したい人向けなの。でも2026年時点では全部研究段階か限定公開なんだよ。つまり特殊用途向けで、一般的な業務ではコードファーストが圧倒的ってことか。そう、2026年時点ではコードファーストの優位性は圧倒的なの。最後に2026年9人の AI エージェント市場の勢力図を整理するね。3つのセグメントがあるって研究に書いてあったけど。そう、セグメント1がコード生成、開発者向け、クロードコードオープン AI コーデックス Google アンティグラビティ CLI。 カーソルはどう？ ARR20 億ドルって聞いたけど。カーソルは ARR が20億ドルに達したと言われてるの。ただし二次ソースの情報だから確認が必要なんだけどね。市場全体はどのくらい成長してるの？ AI コーディングツール市場は2026年の128億ドルから2032年に301億ドルへ、年間成長率 27% で拡大すると予測されてるの。そんなに成長するの？セグメント2が GUI 自動化、コンピューターユーズ型、アンスロピックコンピューターユーズオープン AI オペレーターアップルシリ、2026があるの。アップルも？シリ、2026はマルチステップインテントとクロスアプリ連携ができるようになってるの。 Google ジェミニとも統合してる。セグメント3は？ OS 統合型、Apple インテリジェンスマイクロソフトコパイロット Google アンティグラビティ 2.0、 OS レベルで AI が組み込まれるタイプなの。3つに分かれてるけど、全部違う戦い方してるんだな。2025年まで AI エージェント、ブラウザ自立操作というイメージが強かった。でも2026年9の現実は違うの。どう変わったの？開発者向けはコードを書く AI が圧倒的主流、企業向けは MCP ベースの API ファーストオーケストレーション、一般向けは OS 統合型が担当する。プロジェクトマリナーの終了はこの収束の象徴だったってことか。そう、ブラウザを目で見て操作する AI という実験の終わりで、コードで動く API でつながる OS に溶け込む3方向への収束が始まったんだよ。Google がブラウザ操作を諦めて他の3社はまだ続けてるのって、Google が早く気づいたってこと？ Google の場合は自社にジェミニ API という代替があったから決断が早かった面もあるの。アンスロピックとオープン AI はコンピューターユーズを製品として継続する戦略をとってるんだよ。三者三様の戦略か。面白いな。今日めっちゃ勉強になった。まとめると、プロジェクトマリナー終了は偶然じゃなくて業界全体の転換を先取りしてたの。ポイントは3つ。1つ目、ブラウザ操作型 AI は精度、キャプチャセキュリティの3重苦で行き詰まった。2つ目、クロードコード MCP などコードファースト API ファーストのアプローチが市場を支配した。3つ目、AI エージェントは開発者向け、企業向け、一般向けの3セグメントに分化が進んでるの。ブラウザ操作 AI は全滅したわけじゃなくて、特殊用途には残るんだよね。そう、レガシーシステムアクセシビリティ RPA 代替みたいなニッチは生き残るよ。 API 設計が公開されたサービスならブラウザ操作の何十倍も効率よく自動化できるの。企業が DX を進めるなら API ファーストは必須の考え方なんだよ。ところで飼い主さんはこの変化に気づいてるのかな？最近タブレットでクロードコードの勉強してたわ。もうコードも AI に書かせようとしてるの。じゃあおやつ代を稼ぐ人がいなくなる？飼い主班の仕事が減ったらうちらの動画制作予算が心配どすな。それどころじゃないわ。ひまわりの種だい。皆さん AI エージェントをどう使ってる？コメントで教えてね。クロードコードとオープン AI コーデックス、どっち派か教えてほしいな。コードファーストの AI エージェント設計について別の動画でも深掘りするよ。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。コメントもお待ちしてるよ。またね。